Estás desesperada, obedeciendo mi deshacer. Estoy que vives fuera, estás protegida,その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を、鳥かごの中に囚われていた屈辱を。あの日、私たちは思い出した。あるいは私たちは本当に忘れていたのかもしれない。忘れようとしていたのかもしれない。忘れたいと思っていたのかもしれない。壁の外には奴らがいるということを。そうなろうと思えば、この世界はどこまでも残酷になれるのだということを。遠い昔に書かれたある絵本にこんな一節がある。来たるべきものは今来なくともいずれは来る。僕はその絵本をおじいちゃんの本棚から見つけ、ある寒い寒い日の夜に暖炉のそばで読んだ。今となってはどんな内容の絵本だったのかはもう忘れてしまったけど、その一節だけは今でも鮮明に覚えている。石板に文字が刻まれるように、その不吉の一節は僕の頭に刻み込まれた。来たるべきものは今来なくともいずれは来る。奴らは来た。ああ、奴らは来た。845年、あの不吉な一節は現実のものとなった。100年間続いた平和はほんの数秒で崩れ去った。僕たちに許されたのは恐怖におののき絶望することだけだった。私たちに許されたのは奴らに背を向け逃げることだけだった。人類に許されたのは祈りながら、あるいは叫びながら奴らの餌になることだけだった。エレン以外は
ああ、エレン以外は。エレンはあの悪夢の中で誓った。この世から奴らを一匹残らず駆逐してやるのだと。そして僕たちは兵士になることを選んだ。私たちは奴らと戦うことを選んだ。でもその決意を嘲笑うかのように再び奴らは来た。850年のことだ。あの日私たちはまた思い出した。思い出さざるを得なかった。この世界は残酷なのだと。僕たちは好むと好まざるとにかかわらず思い出さないわけにはいかなかった。この世は地獄なのだと。僕たちは再び恐怖におののき絶望した。それでも私たちは逃げなかった。僕たちは戦場に立った。あの時とは違う。あの時とは違うんだ。ずっとそんなことを考えながら、あるいは必死にそう思い込みながら僕たちは戦場に立った。そして多くの血が流された。僕たちの血が流され、奴らの血が流された。流されるべき血が流され、流されるべきではない血が流された。多くの仲間が死んだ。多くの仲間が食われた。多くの仲間が踏み潰され、叩き潰され、ひねり潰された。でも私たちは生き残った。僕たちは地獄を生き延びた。世界の残酷さに命を絡め取られる寸前で、もう二度とあんな思いはしたくない。誰もがそう思った。でも私たちが選んだのはさらなる地獄へ足を踏み入れることだった。君たちは死ねと言われたら死ねるのか。死にたくありません。もちろん死にたくなんてない。でもほんの少し手を伸ばせば指先が冷たい死に触れる。それが調査兵団というものの意味だ。それでもやはり僕たちは調査兵団を選ばないわけにはいかなかった。戦うことを選ばないわけにはいかなかった。36分だと。あの班長ふざけたこと言いやがって。何も今日あんな話しなくてもいいのによ。くそった36分か。36分。それは壁外調査で命を落とした調査兵の平均生存時間を表すものだった。先ほどの夕食の時のことだ。ジャン・キルシュタインは何人かの同期、それに新兵教育官のネス班長と食卓を囲んだ。どういう話の流れでそうなったのかはもう忘れてしまったが、ネス班長は唐突に壁外における調査兵の平均生存時間の話を始めた。その話が始まると、それまで冗談や軽口が飛び交っていた食卓はまるで榴弾を打ち尽くした砲台のように静まり返った。その36分を幾度も乗り越えることでしか調査兵は成長しないとネス班長は言っ
そしてその言葉が新兵たちの頭に染み込むのを待つように少し間を置いた。他の食卓からは相変わらず楽しげな声が上がっていた。成長しろとネス班長は続けた。口でそう言うのは簡単だ。しかしやはりそう言わなければならない場合もある。お前たちの場合がそうだ。ジャンは何も言わなかった。同席していた彼の同期ミカサ・アッカーマン、アルミン・アルレルト、コニー・スプリンガー、サシャ・ブラウスも何も言わなかった。ネス班長は口をつぐんだままの新兵たちをまじまじと見て言った。お前たちはなぜ調査兵団を選んだんだ。夕食の時間が終わるとジャンは大食堂を出た。気持ちを落ち着かせるために夕暮れ時のカラネスクを歩いた。どこへ向かうあてもなくただ黙々と歩を運んだ。遠くで虫の鳴く声が聞こえ、時折生暖かい風が頬をなでた。第57回壁外調査の行われる前日のことだった。俺はなぜ調査兵団を選んだのか、そんなことわからねえ。こっちが聞きたいくらいだ。別に調査兵団を選んだこと後悔してるわけじゃない。さっき班長が言ったことなんで大方の予想はできてた。36分という妙に現実的な数字にちょっとばかしびくついただけだ。明日死ぬかもしれない。そんなことはとっくに覚悟の上だ。俺はただわからないだけだ。なぜ調査兵団を選んだのか、それがわからなくなっちまっただけだ。誰のものともわからねえ死体が燃やされるのを前にして決めたはずだ。調査兵団に入るんだと、そう決めたはずだ。あの時にはその理由が分かってた。それはどこまでも明確だった。でも本当はそうじゃなかったのかもしれない。分かっていたような気がしただけだったのかもしれない。あの時だって本当は分かってなかったのかもしれない。なぜだ。なぜ俺は調査兵団を選んだ。3年前俺が訓練兵になると決めた時、トロスト区の知り合いはみんな笑いやがった。友達だったやつも笑ったし、顔見知り程度だったやつも笑った。口を聞いたことすらないやつまで笑った。俺を笑い物にしやがった。なんで兵士になんかなるんだ。ついに頭がいかれちまったのかってな。いや、大方世論に流されたんだろう。お前はいつもそうやっていろんなものに流されるんだってな。生産者になれば確かに仕事がきつい。来る日も来る日も馬車馬みたいに働かなきゃならない。それだけ働いても貧乏するかもしれない。それでも少なくとも巨人に食われることはない。奴らそう言った。クソくらいだ。俺は奴らを見返してやるために憲兵団に入ると決めた。憲兵になって内地の快適で安全で豪勢な暮らしを手に入れると決めた。憲兵になって奴らにこう言ってやるつもりだった。
ざまあみろってな。そして俺は憲兵団に入るための権利を手に入れた。誰の力も借りずに俺一人の力でそれを手に入れたんだ。でも俺は調査兵団を選んだ。なぜだ。あの戦いの後何度も悪夢を見る。いつも同じ夢だ。立体起動装置のガスが切れる。地面に立ち尽くす。巨人に体をつかまれる。すげえ力だ。小指一本動かせねえ。巨人が口を開ける。ずらりと並んだ歯が見える。歯の間には誰かの肉片が挟まってる。ゆっくり体が運ばれる。闇が広がる。闇が世界を覆う。骨の砕ける音がする。そこで飛び起きる。いつも同じ夢だ。体は正直なんだろうな。全身でビビってる。だから悪夢を通して警告を与えてやがるんだ。おい、調査兵団を選ぶなんてバカな考えは捨てろってな。俺だってできることならその警告に従いたい。俺は巨人が怖い。死ぬほど怖い。考えるだけでどこかに逃げ出したくない。二度と巨人なんか見たくない。何度もそう思った。もし憲兵団を選んでおけば今後一生巨人を見なくて済んだかもしれない。でも俺は調査兵団を選んだ。内地の快適で安全で豪勢な暮らしを捨て、この世で最も危険な居場所を選んだ。なぜだ。なぜ俺は調査兵団を選んだ。クソだ。なんで今さらこんなこと考えなきゃならねえ。エレンの野郎はこんなことは考えないんだろうな。あいつはもともと調査兵団志望の死に急ぎ野郎だからな。少し前にあいつに言った。きっちり寝踏みさせてくれよってな。なんであんな偉そうなこと言っちまったんだろう。きっとどうにもならないくらいに自分が無力だって知ってるからだ。クソだ。それでも戦わなきゃならないことは分かってる。巨人が怖くても無力でも戦わなきゃならねえ。そんなことは分かってる。でも一体何のために戦うんだ。おいアルミン、何やってんだ。こんなとこにしゃがみ込んで。誰かにいじめられたのか。いや、星を見てたんだ。背中丸めて河原にしゃがみ込んでお星様見てたのか。相変わらずネクラなことやってんな。雲一つねえ。雨天中止は望めそうにねえな。雨乞いでもする？いや、やめとこう。まあいい、俺は行くぜ。うん、またね。ああ、またな。